トレーナーとのお出かけ日に時計を見誤って待ち合わせの時間よりもだいぶ早く到着してしまったのでせっかくだしトレーナー宅まで迎えに行ってみたら自宅でも仕事をしていたので予定を変更してトレーナーを休ませようとするビクトワールピサ。おはようございます、トレーナーさん。ピサ？はい、あなたのビクトワールピサです。確かにピサは俺の担当場だが。でもどうしてここに？お出かけの待ち合わせは駅前じゃなかったか？少し早く着いてしまいまして。少しって、約束の2時間前だけど。どうやら時計を見誤っていたようで、私としたことがお恥ずかしい。はっはっは、うっかりさんだな。そのまま喫茶店などで時間を潰そうかとも思ったのですがせっかくなのでお迎えに上がろうかと。確かにこのトレーナー寮は駅からそう遠くないしな。ご迷惑でしたでしょうか。まさか、そんなわけないよ。でも俺も約束の時間に合わせてたからすぐ出発はできないんだよね。ですよね。大したおもてなしはできないけどそれでも良ければ上がって待っててよ。ジュースくらいなら出せるから。それこそご迷惑では。いいから気にしないでよ。はい、では失礼して。適当にくつろいでていいからね。テレビを見ててもいいし。ピサが来てくれたから俺もなるべく早めに終わらせるからさ。終わらせるというのは？仕事だよ。ピサとの待ち合わせの時間までにはこれを終えて提出できそうだったからね。休日に、ですか？できることは後回しにしないで前倒ししておきたい性分だからね。ピサ？トレーナーさん、目の下にクマができていますよ。昨日は何時にお休みになりましたか？覚えてないな。気づいたら机で寝落ちしてたから。急ぎのお仕事ですか？そういうわけじゃないんだけどね。今日中に終えなければならないものですか？それも違うな。では誰かに頼まれたのですか？俺が勝手にやってるだけだよ。そうですか。うん。なら問題ありませんね。だね。せっかくピサが迎えに来てくれたんだからこの仕事は後回しにして出発しようか。ピサホールド。おー。今トレーナーさんの体の角度を約 3.97 度から 3.99 度に固定しました。抵抗は無駄です。普通に抱きしめてるだけだろ。トレーナーさんにはまだ早かったようですね。このレベルのお話は。ピサ、俺の動きを封じてどうするつもりだ？どうもこうもありません。今日はお出かけの日ですよ。俺を抱きしめたままお出かけする気か？俺がピサをお姫様抱っこしたまま学園内を歩き回るのとは話が全然違ってくるぞ。今日のお出かけ先はこちらに変更です。こちらって、俺の部屋？はい。というわけでベッドに行きましょう。なんだ？何を企んでいるんだ？ふふ、今日の私は悪い子になっちゃいます。ごくり。トレーナーさんをお布団の刑に処します。お布団の刑？心配しなくても大丈夫ですよ。痛いことはしません。むしろ気持ちいいことです。ピサ、やめるんだ。言ったでしょう？抵抗は無駄だと。はい、ではベッドで横になったトレーナーさんにお布団をかけます。そして優しく抱きしめて逃げられないようにしてから私の体温で眠気を誘います。これがお布団の刑です。さあトレーナーさん、心を静めてゆっくりお休みください。ダメだ、俺の体調優先でお出かけキャンセルなんて。いけませんよトレーナーさん、そんなに興奮してしまっては余計に疲労が蓄積されます。じゃあ10分だけ仮眠するからそれで手打ちにしてくれないか？トレーナーさんの日頃のお仕事量から考えると10分だけの仮眠なんて意味がありません。そんな冗談を言っている暇があるならこのまま早々に熟睡してください。俺のことなんかよりもピサだよ。私？そう。俺たちトレーナーは担当場のために命を懸けてると言っても過言ではない。当然だよ、担当場の人生のうちの数年間を預かるんだからそれくらいの覚悟がなきゃやっていけない。確かに仕事量は多いかもしれないがそれはピサのためなんだから頑張れるんだ。ですが。だからピサは俺のことなんか気にしなくていい。気にするのは次のレースのことだけでいい。なら私もここで一緒に寝ます。え？レースで勝つには体の状態を整えないと。それはそうだけど。だったらここで休息を取るのはおかしなことではありませんよね。トレーナーさんが眠るまで見守っていてあげますから安心してください。そういう心配はしてないんだけど。
ていうかピサこそ睡眠不足なんじゃないの？ 2 時間早く待ち合わせ場所に到着したってことはそれだけ睡眠が足りてないんじゃ。嘘です。嘘？トレーナーさんとのお出かけが楽しみで、少しでも長い時間一緒にいたくて、自然と足がここに向かっていたんです。そっか。でもそれならなおのことお出かけに行こうよ。俺も別に体調不良とかじゃないから平気だよ。そうやって油断しているところに病魔は襲いかかってくるものですよ。トレーナーさんが自覚されていないだけで体には確実に疲労が蓄積されています。ああ、健康診断でも同じこと言われたっけ？でしょう？なので今日はおうちデートということで。デート？いけませんか？まあどう理解するかはピサ次第だから好きにすればいいと思うけど。ふふ。では好きにしますね。私はトレーナーさんと一緒に過ごせるならお出かけ先はどこでも構いません。ですが、元気なトレーナーさんと一緒にいたいのです。無理をするトレーナーさんを連れ出したくはありません。ピサ。わかった。今日はゆっくりさせてもらおうかな。はい。なんかそう決めたら急に眠気が。お布団の刑ですから。ははは、怖いな。そうです。私は怖いんです。じゃあおやすみ、ピサ。おやすみなさい、トレーナーさん。すやー。トレーナーさん、もう眠ってしまいましたか？やっぱり無理をしていたんですね。強引にでも休ませてよかった。私のことを考えてくださるのは嬉しいですが少しくらいはご自分のことを大切になさってくださいね。すやふふ、気持ちよさそうな寝顔。どんな夢を見てるのかしら。髪が少し乱れていますね。整えてあげましょう。もう一度だけ。意外と起きたりはしませんね。なら、熱がないか確かめましょう。トレーナーさんの体調確認も担当馬としての責務ですから。熱の確認といえばあれですよね。おでことおでこをくっつけるのが世間の常識ですからね。やましい気持ちはないんですよ。これは体調確認ですから。では。トレーナーさんのお顔が近い。はあ。これ以上は、私がどうにかなってしまいそう。でも、もう一回くらいなら。ピサ、顔が赤いけど大丈夫か？おはよう、少しスッキリしたよ。トレーナーさん、まだ30分程度しか経っていませんよ。言ってなかったけど俺ってば一度に長く眠れない体質でね。だから10分の仮眠でいいって言ったのは冗談でもなんでもないんだよね。10分も寝ればしばらくは平気で動けるんだ。そうだったんですね。っていうかピサ。はい？俺が寝てる間に体調を崩したとか？そんなに顔は隠しちゃって。いえ、これはですね。なんてこった。担当馬に気を使わせた挙句そのせいで体調を崩させるなんて。俺は恥ずかしい、言っていられない。トレーナーさん。だがピサを残して死ぬわけにもいかない。私の顔が赤いのは体調不良とかではなくて。いいんだ、ピサこそ無理をしてはいけない。わ。起きたらお出かけに行こうかと思ってたけどピサが体調を崩したんじゃそれどころじゃないぞ。とりあえず体に負担の少ない料理を作るか、おかゆかうどんか。本当に大丈夫なんですけど。任せろ、今日は付きっきりで看病してやるからな。すまない。俺のせいで最悪なお出かけ日になっちゃったな。ちょっとスーパーまで買い物に行ってくる。ゆっくり休んでてくれ。最高のお出かけ日になりましたよ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。